皆さんこんにちは。前回に引き続きホライゾンシミュレーションズからリリースされたボーイング 787-9 の機体の挙動であったりマニュアル時の操作システム関連ですね、こちらの方をですね紹介していきたいと思います。このダッシュ9はですねフライトモデルの強化、さらにタクシーモデルもですね作り直されているので細かい点まで改良されています。その他にも燃料関係の数値もですね見直されていて、またアイドル時の推力の微調整なども行われたということです。これまでにですねボーイング 787-10 でアビオニクスアップデートでですね改良されてきましたが、今回のダッシュ9もですねやはりベースとなっているのはダッシュ10になるので、その辺りから引き継いでいるものもですね多少なりあると思うので、様々な点ですね話しながら見ていきたいと思います。はい、それでは本日もやっていきたいと思います。最後までごゆっくりとご覧ください。今回伊丹空港の10番ゲートからですねプッシュバックして、まずタキシングですね、そちらの方を見ていきたいと思います。ちょうどコントローラーのセッティング画面から、タキシング時における感度の設定ですね、そちらの方も簡単に紹介したいと思います。今回はホライゾンシミュレーションズのリバリー ANA の R2D2 ですね、こちらを使用していきたいと思います。タキシングに向けて準備をしていきましょう。フラップス5、フライトコントロールチェックですね、こちらも押しておきましょう。この辺りのシステムページに関してはダッシュ10と同様に変わりはありませんでした。フライトコントロールチェック、エルロンレフト、ニュートラル、エルロンライト、エレベーターアップ、ニュートラル、エレベーターダウン、ラダーレフト、ラダーライト。少し前のですねダッシュ10のアビオニクスアップデートの時にですねチェックリストもしっかりとですね終わらせないと黄色いメッセージですね表示されるようになったので、チェックリストの方もですね、しっかりと済ませておきましょう。グランドエクイプメント、周りにですね、車両関係、クリアになっているかを確認します。タクシーライトとランウェイターンオフライトですねオンにしてタキシングしていきましょう。このホライゾンシミュレーションズのボーイング 787-9 についてはパート1の動画もありますので、よかったら見てみてください。パーキングブレーキリリース、スロットルをですね少しだけ前に出してタキシングしていきましょう。だいたいいつもタキシングするときはですね20ノットぐらいでですね僕の方はタキシングしています。また曲がるときはですね10ノット以下になるようにして走行するようにしています。ジョイスティックの方はですねスラストマスターから出ている TCA サイドスティックですね、こちらをティラー側に使っています。直線はですね特にまだ何もしていないんですが、安定してまっすぐタキシングしています。左右どちらかに曲がる際ですねその点の挙動ですね、重いのか軽いのか挙動が敏感なのかどうかですね見ていきたいと思います。少しですねブレーキをかけて10ノット前後にですね落としていきましょう。使っているジョイスティックや感度にもですね変わってくるとは思うんですが、曲がった時はですね今までのボーイング 787-10 よりはですね少し軽めな印象があり、タキシングも非常にやりやすくなっています。ボーイング 787-10 より機体の方も長さも変わり少し小さくなるので、そのあたりもタキシンモデルにより再現されています。タキシングしていて少し感度が高いなと感じた場合ですね、コントローラーのオプションのページからセッティングすることができるようになっています。僕の方もですね感度の方は全体的に落としていまして、現在タキシング中ですがセッティング画面の方を少しご紹介します。オプションからコントロールズオプションズ、こちらをクリックします。ラダーとして割り当てているのがエアバスの TCA サイドスティックですね、こちらの方に機体ごとにプロフィールを作っています。そうすることで機体ごとにですね感度の調整も可能になります。こちらのセンシティビティですね、クリックします。TCA サイドスティックのひねりの部分の割り当てですね、ジョイスティック R アクシス Z と書かれているこちらですね、センシティビティのマイナス、プラスこの2つですね、数値の方はマイナス50に両方ともしてます。
これでですね、ラダーの感度が敏感な機体などはですね、調整しています。ちなみにエアバスの場合はですね、先ほどのセンシティビティはですね、フェニックスの割り当てになるんですが、マイナス75などにしていて、挙動をですね、敏感にならないようにセットしています。プロフィールを作る場合はですね、下にあるオープンプレセットマネージャーですね、こちらの方をクリックしてプラスのボタンを押すと、名前などもね付けることができるので、そこから新しいプロフィールを作ることができます。これで機体ごとにですね、感度であったりコントローラーのセッティングが可能になります。はい、少し脱線しましたが、もう少しタキシングしてですね、ウィスキー2から離陸していきたいと思います。滑走路入る前にですね、ビフォアテイクオフチェックリストも確認しておきましょう。フラップス5、ビフォアテイクオフチェックリストコンプリーティッド。少し早いですが、ノーティファイキャビンをしておきましょう。TCAS TA-RA にセットします。レフトサイドファイナルクリア。ライトサイドクリア。はい、滑走路方位のヘディング322にですね合わせて、このままローリングで離陸していきたいと思います。ボーイング787ダッシュ8と比べると機体もですね少し長くなっているので、ダッシュ10と同様にですね、機種を思いっきり上げすぎると ICAS のメッセージにですねテールストライクと表示されてしまうので、思いっきり引かないようにですね注意していきましょう。離陸時もですね、スピードが上がるにつれて左右に大きく触れてしまうなどは特になく、ラダーの方で微調整を行いながら操作性も扱いやすくなっていました。離陸の滑走に関しては特に問題ありませんでした。V1 ローテート。機種上げに関しては若干上がりやすいので、ジョイスティックなどコントローラーで操作している場合は軽めに倒すぐらいがいいかもしれません。左旋回が少し速い気もしますが、 SID の方ですね、このままマニュアルで FD を追いかけていきたいと思います。上空での横方向の動きですね、非常にですね操作性も良く操縦しやすい印象がありました。このまま左旋回を続けて少ししたらですねオートパイロットを入れてみたいと思います。今回ヘッドアップディスプレイの方は使用しなかったんですが、一度ですね試したところ、ダッシュ10と変わらず見やすい表示になっていました。オートパイロットの方ですねオンにしたので、そのあたりもチェックしていきたいと思います。現在 L ナブと V ナブですね、こちらの方をオンにしていますが、 L ナブ横方向の動きですね、こちらの方もですね飛行ルートの方をしっかりと追従してくれています。この後はですね CDU の方からディレクト2を使ってオートパイロットのシステムの挙動ですね、そちらの方も確認していきたいと思います。1万フィートを超えたのでランディングライトの方はオフにしておきましょう。もう少しでですねウェイポイントのアスカを通過するところなんですが、ディレクト2をちょっと試したいので現在地からシャトルまでの直行ルートを作りたいと思います。この辺に関してもデフォルトのボーイング787ダッシュ10のシステム関連もですね引き継いでいるものはあると思うので、どういった挙動をするかですね確認しておきたいと思います。 CDU のレグスページからですねシャトルをクリックします。そのままアスカのウェイポイントの上になるようにペーストしていきます。これで現在地からシャトルに向かう直行するルートに変更されました。実際の世界では ATC 管制官の方から指示が来て、このようにルートを変更する場合があります。機体の方もですねナビゲーションディスプレイですね、こちらの方に左旋回してしっかりとシャフトに向かうルートですね追従してくれています。このダッシュ9ですね、何度か飛ばしましたが、大きくルートを外れることはありませんでした。三角の表示がですね時期の表示になっていまして、
この先に出ているのがトレンドベクターといい、どの方向に進んでいるかを表しています。このトレンドベクターもシャトルのヘディングに向けて合わせてくれています。このまま順調にですね、トップオブクライムまで32,000フィートですね、上昇していまして、続いてはですね、降下のフェーズになります。ナビゲーションディスプレイにトップオブディセント TD と書かれた緑色の表示が降下するポイントになります。コードセレクターの方をですね、現在のコードよりですね、下回るコードにセットしていきます。これで VNAV 使用時はですね、トップオブディセントを通過時に自動的に降下が開始されます。もう間もなくですね、問題がなければこのまま降下を始めると思います。トップオブディセント通過後ですね、自動的に降下の方を開始しました。この辺のシステム関係もですね、正常にですね動作するので、VNAV ですね、縦方向の動きも特に問題の方はなさそうでした。続いてはですね、このまま降下をしていき、アプローチフェーズの挙動ですね、そちらも見ていきたいと思います。ちなみに今回はですね、ILS のツール34レフトのアプローチで、スターの方は大島1アルファを使用していきます。前方には大島が見えてきました。今回は時間の都合上、羽田の手前までですね、省略させていただきます。アプローチの方ですね、ILS34 レフトを入力していれば、フリーケンシーの方はですね、111.70 が自動的に入力されます。こちらが入力されていれば、ローカライザー、グライドスロープの方ですね、ILS を拾うことができるようになります。そのあたりがどういった挙動になってくるかも、チェックしていきたいと思います。まもなくですね、千葉県上空の木更津を通過するところなんですが、ファイナルアプローチフィックスのアポロですね、こちらでローカライザー、グライドスロープの方をキャプチャーする予定です。ファイナルアプローチフィックスが近づいたので、アプローチの方をプッシュするんですが、アームドにならず、アプローチの方が入りづらく、アプローチのボタンを連打していたところ、ローカライザーとグライドスロープをキャプチャーする形になりました。ランディングのフェーズに関しては他の空港でも何度か行いましたが、ローカライザーとグライドスロープのアームドになるタイミングが少し遅く、キャプチャーするまでですね、ギリギリのところが多かった印象があります。この部分に関してはデフォルトのダッシュ点と似た部分なので、引き継いでしまっている部分もあるかもしれません。この辺に関しては双方のアップデートで今後さらにですね改善されていくんではないかと思います。そろそろギアの方を出していきましょう。ギアダウン、フラップス20、タクシーライトとランウェイターンフライトもつけておきましょう。はい、フラップ30、ランディングチェックリストも済ましておきましょう。スピードブレーキアームド、ランディングギアダウン、フラップス30、ランディングチェックリストコンプリーティッド。あとはランディングですね。もう少ししたらですね、マニュアルでランウェイ34レフトに下ろしていきたいと思います。風の方は正面からだいたい10ノットちょっとですね。それではオートパイロットの方を外していきたいと思います。オートパイロットディスエンゲージ、オフにした瞬間にですね、少し下がるようなこの挙動はですねまだ残っていました。これも何度か飛ばしていますが、なるときとならないときがね、少しありました。どのような条件でねこうガクンと下がるのか少しわからないんですが、この辺に関しても今後にね期待したいと思います。ランディングのフェーズもですね、滑走路中心のセンターラインに合わすように細かく修正をしています。この辺の操作感覚はですねとても操縦しやすいと思います。
滑走路設置後はですね、メインギアを設置させた後、ノーズギア、頭の方がですね、結構下がりやすい印象がありました。ランウェイの滑走に関しては、これまでにですね、結構左右に振られることがですね、ボーイング787って多かったんですけど、その辺の挙動はですね、なく、しっかりまっすぐとですね、滑走してくれました。はい、ざっとですね、いろいろ話しながら、ホライゾンシミュレーションズのボーイング787ダッシュ9ですね、見てきましたが、挙動関係ですね、これからさらにですね、また進化していくんではないかと思います。50, 40, 30, 20, 10. 本日もご視聴いただきましてありがとうございました。今後もですね YouTube 含めて X の方でも MSFS に関して発信していますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録とフォローの方お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。